いやー、来たー。来ましたね、大伊勢海老。でかい。なんか伊勢に降臨したゴールドの金塊みたいな握りですね。すべて伊勢志摩のものでございます。すごいですね。こんな揃うんですね。やっぱ知られてない食材もたくさんありますし、そういうものを取り入れてここでしか味わえない食材を揃えております。いらっしゃいませ。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。古来より自然の恵みが豊かで馬宿国とも呼ばれる三重県伊勢エリア、日本最大級の商業リゾート施設である美村内に店を構える2025年10月オープンの新店。魚はもちろん米、調味料、器など食材から空間まで全てのものを伊勢の産物で統一した伊勢前の神の一環というコンセプトが神々しい地魚や地元の食文化を表現したおまかせは税込み15,000円で、味も内容も満足度が高く唯一無二。経営は地元のワイナリー伊勢馬宿国醸造所が手掛け、食中酒として作られている地ワインとのペアリングもおすすめ。伊勢志摩エリアならではの食体験をさせてくれる貴重でユニークな寿司店です。大将、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いただきます。こちらかまぼこブランといいまして、世界で初めてかまぼこにワインを練り込んだ商品でございます。当店経営母体がワイナリーをやっておりまして、そのワインを使って伊勢の老舗のかまぼこ屋である若松屋さんと共同開発したものでございます。中に伊勢真鯛、伊勢ひじき、あおさ、かつお節、マイヤーレモンと伊勢志摩の旨味をたっぷり詰め込んだかまぼことなっております。マイヤーレモンが効いてますね。そうですね。さっぱりしてる。先付けにはもってこいのさっぱりしたメニューでございます。伊勢志摩、この三重県にはすごくいい食材、調味料などがありますので、その食材の魅力を存分に見せたい、この伊勢志摩、伊勢前のものだけで皆さんに食事を楽しんでいただきたいというコンセプトから伊勢前とつけまして、馬宿国伊勢の神の恵みを一貫に込めて、そのようなところから神官と名付けました。志摩の和具という地域で採れた渡りガニと伊勢ひじき、志摩のなきりという地区で作られているなきり節という鰹節を合わせた酢のものでございます。伊勢の渡りガニは時期物ですか？時期ではあるけど、オスが取れる時期、メスが取れる時期ってありますので、割と年中召し上がることができるかなと思います。かなりパワフルですね、味が。そうですね。濃い。やっぱり他のカニと比べても味が濃いのが渡りガニの特徴かなと思います。けどカニが白い、ひじきが黒い、色合い的にも酢の物に入れたらいいんじゃないかということで、水で戻したひじきを酢に漬け込んで仕上げました。3つ一緒に食べた方が美味しい。やっぱり迫力ありますよね。そうですね。1人1匹のサイズの伊勢海老もいいですけど、こういう大きな伊勢海老もやっぱお見せするってなるとすごく迫力あっていいです。色がもうなんていうかな、赤みがかってるというかピンクっぽくなってるというか、これ個体差によるんですよ。こういうピンクっぽいオレンジっぽいものもいれば、真っ白というか、透明がかったものと。カンパチの子供ですね。はい、そうでございます。しますの方が食感ありますね。元気な伊勢海老いただきます。やっぱこの食感ですね、伊勢海老は。食感が大事です。あんだけ大きな伊勢海老がたくさん動くことによって筋肉の旨味が十分乗ると思うんで、大きいほど僕は美味しいかなと思っております。これ大伊勢海老っていう、もう伊勢のブランドの海老なんですか？伊勢という南伊勢のブランドですね。伊勢海老自体は三重ブランドとして別のブランドなんです。南伊勢っていうとかってどの辺になるんですか？海でいうと。そうですね。もう伊勢湾から熊野灘に入ってっていうところになるんですけど、
黒潮の流れも入るこの豊かな環境ですね、海魚にとっては。そういう環境で取れる魚はやっぱり荒波にも思われてますし、うまみがしっかり詰まった魚が取れる地域でございます。伊勢島ワイナリーさんが経営されてるという、はい、これもすごくユニークなはい、業態だなと思うんですけども、はい、やっぱそのワイナリーとのシナジーとか、はい、まあ、ワインが飲めたりとか、なんかそのあたりは大将としても、はい、まあ、ワインに合う寿司とか、はい、まあ、あとその伊勢島ワイナリーとのこう連携とか、はい、そのあたりは、まあ、今オープンしてまだそんな経ってないですけど、はい、どういう感じでやってらっしゃるんですか？そうですね、そもそもうちの使ってるワインが伊勢志摩の食材に合わせた、それを美味しく食べるためのワインを作っておりますので、もちろんお寿司の食材にも合うものを使っております。なのでもちろん日本酒で楽しみたい方は日本酒で楽しんでいただいたり、ビールの方はビール、その中で同じような位置づけでワインを楽しんでいただけたらと思っております。馬宿国ブラン白ワインと、真ん中が馬宿国シャルドネ、右側が馬宿国マスカットベーリエ、白ワイン、白ワイン、赤ワインでご用意いたしました。贅沢ですね。一番右の馬宿国ブランはこちら甲州というブドウを主体としたブレンドタイプのワインでして、最もお寿司に合わせやすいワインかなという仕上がりになっております。真ん中のシャルドネは、こちらはブドウ畑に柿の殻を巻いて海辺の地域で育っておりまして、ミネラルを豊富に含んで海の幸には特に合うワインかなと思います。はい、こちら赤ワインマスカットベーリエは三重県名張市のブドウ 100%、 マスカットベーリエの 100% のワインでして、この中にはフラネオールという香りの成分が入っておりまして、それがお醤油にも同じ成分が含まれておるので、このワインもしっかり合うワインとなっております。馬宿国ブラン、めっちゃ柔らかいですね。角がない感じ、ちょっとピリッとする感じはあると思います。はい、こっちの方がやっぱすっきりです。なんかそうですね、切れ味がすごいある。キリッとする感じはあります。これシャルドネですよね？はい、そうです。マスカットベーリー、いやーすごい、やっぱでも甘い香りがする。香りいいですね。やっぱりガスで焼くのと炭で焼くのとは全然違いますし、この炭も伊勢志摩備長炭という。備長炭も伊勢なんですか？そうでございます。すごいですね。これチョウザメですね。チョウザメ、はい、へえ。伊勢ではこれがお弁当に入ってたりするぐらい、ポピュラーな食べ物でございます。こちら伊勢の郷土食であるサメのタレ、サメの身を干して作った干物でございます。手前に調味料を2種類ご用意いたしまして、左側がこのすぐ近くにございますコケコッコー共和国という養鶏場の有精卵を使ったマヨネーズ、奥が三重県尾鷲市の虎の尾という伝統的な青唐辛子を刻んで甘夏の皮などと混ぜて作った柚子胡椒風の調味料でございます。これサメのタレっていうのはどういうことなんですかね？サメを垂らす、そこからはい、サメンタレっていうのがサメのタレになります。サメを垂れて干してるみたいなことですか？その様子からサメのタレとですね。じゃあコケコッコーのマヨネーズつけて、うわー全然変わる。うわ、虎のすごいこれ。うわ、これなかなかパンチ強いと。うわ、だからある種尾鷲の柚子胡椒ですね。そうです。このサメのタレ、伊勢では料理屋さんとかでレモンで出したりとか、マヨネーズと一味唐辛子で出したりするんですけど、やっぱ同じことしても面白くないし、何か他にそういうパンチの効いた調味料ないかなっていうので探した時に、この虎の尾に今日は冬瓜で作ったガリをご用意いたしました。冬瓜のガリ、初体験。おお、食感がなんかまた面白いですね。そうです。サクサクしてるけどなんかとろみがあるというか。はい。ではまずこちら、南伊勢で取れましたおじさんという魚でございます。出た、おじさん。皮をちょっと湯をして湯引きして、それにお醤油塗って出しております。皮目が綺麗ですね。結構この皮をコリコリコリってこう包丁入れてもらってるじゃないですか。段階的にコリコリコリっていうのが来るのが面白いのと、やっぱ皮目のところがどんどんじゅわっじゅわって脂が出てくる感じ。やっぱ魚って皮岸にいい脂持ってますので、そこも使わない手はないと。皮がうまいですね。そうですね。
これ見たことない映像です。過去本当ですか？こんなすごいマグロの柵並んでるの見たことない。すごいぞこれ。でもなんかちょっとこのぼってりしてる感じがまた美味しそうですね。味がしっかりしてそう。熊野灘で育てられた養殖のマグロですが、他の海水域よりも水温が低いところで育っておりますので、身が引き締まって特に赤身から中トロにかけての部分が美味しいマグロでございます。こちらシャリも先ほどのおじさんは白酢の酢を使ったもの、こちらのマグロは赤酢を使ったもの、食材に合わせてシャリを変えております。ほんのり脂ありますけどやっぱあっさりしますね。そうですね、魚体が70から90ぐらいの小さなマグロでして、だから脂も程よい具合で。ふっくらしてて豊満な感じで、はい、いい脂出てます。伊勢前寿司新館さんのお店へのアクセス方法を教えてください。滝郡にあるビソンという観光施設内にありまして、アクセスで言いますと高速道路でしたら伊勢から向かうと滝のスマートインターチェンジがあるので、そこから入っていただき、松坂方面から来るなら清和滝インターで降りて、そこからすぐ入れます。バスですと松坂駅や伊勢市駅からビソンまでつながるバスがございます。お昼は11時から2時までやっておりまして、夜は5時半から10時までやっております。一斉スタートとかじゃなくて、じゃあ予約はその時間内だったら。そうですね、基本的にはお昼でしたら、1時半までに入っていただきましたら最後まで対応いたしますし、夜でしたら5時半から30分刻みつつぐらいで、だいたい7時ぐらいまでで予約を取っております。定休日ありますか？定休日月曜日定休でございます。お昼ですと6000円税込みでお寿司だけのコースがございまして、昼夜共通で1万2000、1万5000それぞれ税込みのコースを用意しております。それぞれ品数、金額によって、なんか大まかにどういう感じの内容で変わるんですか？そうですね、6000円ですと基本的に先付けは出て、その後お寿司を中心に召し上がっていただくコースで、1万2000、1万5000ですと最初お料理が数品出まして、その後にお寿司。何が違うかと言いますと、1万5000円にはこの地域の伊勢海老がお刺身やお寿司に入って、その他お寿司に中トロが入ったりとネタが少し変わるような形でございます。こちらお刺身でも召し上がっていただきました大伊勢海老でございます。こちらはお醤油を伊勢海老の頭と味噌でお醤油と割ったエビ醤油を塗っております。いやー、来たー、来ましたね、大伊勢海老。はい、でかい。なんか伊勢に降臨したゴールドの金塊みたいな握りですね。やっぱり伊勢海老は生が個人的にやっぱいいな。そうですね、焼いたりとかも美味しいですけど、やっぱせっかく伊勢海老っていうんだったら、もうこの生のガツンとくる食感を食べていただけたらと思います。やっぱりよりそうですね、この伊勢海老が伊勢海老の香りをまとうべくした、はい、専用の煮切り。はい、抜かりないですね、大将。もう鬼に金棒状態です。鬼に金棒、伊勢海老に伊勢海老。何も言ってないですね。南伊勢で採れましたアオリイカでございます。上からお刺身でも召し上がっていただきました鳥羽の海女さんが作ったお塩と、その上に三重県尾鷲市で採れたフィンガーライムを添えて仕上げております。フィンガーライムなんですね。うわっ、フィンガーライム来た。これはでも顎が喜んでますね。食感マニア大興奮の一貫。伊勢なめろうと称しまして、伊勢市まで採れたその日適したお魚をなめろうに仕立てたお寿司でございます。このお漬物がアクセントですね、やっぱり。そうですね、どうしてもなめろうってこうしっとりした食感だけしかないので、そこにちょっとシャキッとした食感を入れて。うまい。ちょっと意地悪な質問していいですか？はい。海苔はどこの海苔ですか？海苔は鳥羽の桃鶏の海苔を使っております。海苔もやっぱこっちの。はい。すごいっすね。
昆布締めしております。いや、水分がかなり凝縮されて、そうですね、脱水ではい、旨味が凝縮、はい、味出てきますね。口に当てた瞬間のこの柚子の香りと、はい、でも昆布のちょっと塩味がある感じがまたちょっとお酒にも合いそうな感じで。そうですね。続いて灘マグロの中トロを炙ったものでございます。上にわさびの茎の醤油漬けにしたものと鰹節の粉にしたものをあえて乗せております。この上に乗ってるのがおしゃれですね。なんでちょっと火入れしたんですか、マグロ。同じマグロ赤身も生、中トロも生、トロも生っていうよりはちょっと違うアプローチでお出ししたいなと思いまして。赤ワインうまい。いや、ワイン幸せです。こちら三重県の宮川で育った鮎でございます。鮎の握り。この宮川っていうのが日本一の清流に何度も輝いている清流でございまして、そちらで育てている養殖の鮎を使っております。皮目が面白いですね。そうですね、皮もしっかりした食感ありますので、あえてもう剥がずにそのまま。でも噛めば噛むほどこの筋目の酢のジューシーな感じも含めて、はい、ジュワッジュワッジュワッってこうどんどん口の中に水分が広がっていくというか。べっ甲色になるまで漬けにしたお寿司のことをべっ甲寿司と言います。どれぐらい漬けてるんですか。大体30分ぐらいですね。その魚の脂の持ち具合とかでちょっと変えてるんですけど、大体それぐらいつけてしっかり色が入るように仕上げております。正直見た目からして辛いかなっていうイメージはあるんですけど、この地もちょっと甘めなんで、このシャリとうまいことマッチして。続いてこちら島的屋の牡蠣を2種類ご用意いたしました。的屋にある佐藤養殖場という100年の歴史を持つ牡蠣屋さんから仕入れておりまして、右側はこちら酒蒸しをしたものに鳥羽の海女さんが作ったお塩をかけたもの、左側は天つゆでさっと炊いて甘だれを塗ったものでございます。甘みもありまして、この磯の香りもすごく感じる。ちょっと小ぶりなんですよね。そうですね、個体自体は煮ハマグリ作るような要領だと思っていただいたら。なるほど。伊勢前寿司の煮ハマグリ的な立ち位置。流れとしてはやっぱりその牡蠣そのもののうまみをまず食べていただいて、そこからその牡蠣のうまみをさらに出した変化球で楽しんでいただけたらと思います。うまい。こちらトロタク巻きでございます。灘マグロのトロの部分と伊勢たくあんという古漬けの食感のあるたくあんを合わせております。このたくあんが塩気の強いものですので、この塩味でお召し上がりいただきます。つまり醤油塗ってないってこと。はい、塗っておりません。えたくあんも細かく食べても美味しいんですけど、やっぱりこのダイレクトにこの伊勢たくあんっていうものを食べていただきたいというのと、そこでじゃあ叩いたマグロだとちょっとバランスが悪いかなと。マグロもやっぱりガツンと食べていただきたいんで、細切りにして、たくあんも細切りにして、どちらもスッとガツンとくるインパクトを出したかった。大将ちょっと待って、これもう一回聞きますけど、はい、たくあんももちろん伊勢の伊勢たくあんでございます。マジか。手こね寿司っていうのは島の和具という地域の漁師飯が発祥なんですけど、その地域のご飯ってすごく甘いんです。ただうちのシャリは酢と塩だけの甘くないシャリですので、そこを自家製の甘酢生姜を使うことによってまろやかに仕上げて。うわ、ちょっと待ってくれ。やばい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 。
カツオの切ったものと四日市のごま、この地物の大葉と自家製の甘酢生姜を混ぜて、その上に甘く味付けをしたカツオ、今日はハガツオでご用意しております。こちらのお味噌汁は本日お召し上がりいただいたお刺身やお寿司の魚の頭や骨でお出汁を取り、伊勢の白味噌と赤味噌を合わせたものに三重県の特産であるあおさを入れて仕上げました。最高の締めじゃないですか。うわ、うまそう。これまたシャリがねいろいろ入ってるのが嬉しいですよね。うまっ。ありがとうございます。わかりやすくうまい。うわ、これシャリうまいっすね。ありがとうございます。うまっ。ちょっとやっぱ甘さが入るんで、そうですね。油すごいですね、魚の。その日仕入れた魚によって中に入っているものは様々ですけど、うまい。やっぱりその出汁が出やすいもの、油をたくさん持っているもの、全ての旨味が詰まっているので、味噌汁めっちゃうまいですね。ありがとうございます。松阪と伊勢の間の明和町というところで作られているミート米というお米を使っております。ミクラビネガーというところのお酢を使っております。塩も熊野で作られているお塩を使っております。お砂糖はお砂糖は入ってないです。入ってないんですか？はい、どっちも。どちらも入れてません。白酢は酢1種類のもので合わせて、赤酢は2種類ブレンドして使っております。水分量すごい多くしてるわけじゃないですよね。水分量は多くないです。どっちも砂糖入ってないっていうのは意外でした。ただこの塗ってるお醤油がちょっと甘めのものなので、それで調和が取れるように。伊勢の山村乳業という牛乳屋さんの牛乳を使った自家製のミルクジェラートでございます。池田大将、今日は楽しく美味しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。改めて伊勢前寿司新館さんのこだわってらっしゃるところとか、はい、大切にされているところってどんなところですか？この三重県、特に伊勢志摩には素晴らしい食材、調味料がたくさんありますので、その魅力をよりたくさんの方に知っていただきたい。それとともに郷土料理であったり、そういう文化をお伝えしていけたらという思いでやっております。魚だけじゃなくて調味料から器から飲み物から何からまで伊勢に揃えてるっていうこの徹底ぶりがまず楽しみどころというか、はい、ある種の狂気性を感じるぐらいの尖ったポイントで、はい、すごく個性的に印象に残りました。手こね寿司とかサメのタレとか郷土料理とか珍しい魚を珍しい食べ方で食べるみたいなところがやっぱり地方ならではっていう感じがあって、はい、ここをちゃんと今風にアレンジされて出されてるっていうのが県外から来る人からすると初めて食べたとかこんな美味しい食べ方があるんだみたいな発見がすごいあったっていうのは一個ポイントですよね。でも今日全て伊勢の魚をたくさん堪能させていただいて楽しませていただいたんですけども、どれも美味しかったけどもうやっぱり中心は大伊勢海老だったなと。でおつまみでも握りでも1万5,000円っていう価格帯の中でつまみも握りも出してもらえるっていうこの満足度、伊勢海老以外でいうと特にでいうと伊勢とろたく巻きと手こね寿司ですね。最後あれやられちゃうと結構持ってかれたなって。やっぱ後半の特にやっぱりシンプルにもっと食べたいって思うぐらいそうですね、やっぱり時期によって入ってくるものも違うと思いますし、まだまだ知らない食材ってたくさんあると思います。調味料も含めてやっぱりいろんな発見があると思うんで、日々勉強して日々いろんなものを見るようにしてどんどん進化させていけたらなと思います。本当にいろいろいいネタもたくさん食べさせていただいて満足度が高かったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。